突然ですが、小春日和という言葉をご存知でしょうか。小春とは、陰暦10月の異名であり、新暦の11月から12月初旬にかけて、日本付近が移動性高気圧に覆われたような気圧配置の時に現れる、暖かな春のような日和のことを小春日和と呼びます。今回は色名に春という文字が入る色、小春色をお届けいたします。小春という字の並びは、まるで春が永遠に続くかのような幸福なイメージを呼び起こします。また、この色はイギリスの色名、オールドローズに対応している色名であるとも言われています。ということで、今回は都合2色分の解説をしてまいりますので、一粒で2度美味しい動画となっております。動画の最後には、小春色と相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までゆっくりとお楽しみください。皆様、こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは、日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは、現代でいうところのくすみピンクや大人ピンクにも通じる美しい伝統色、長春色です。長春色を通して、きっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。長春色、柔らかい赤、他にも灰色がかった紅紫色、紫みの鈍い赤、灰色がかったくすんだピンクなど、様々な表現があります。東京商工会議所発行カラーコーディネーター検定試験公式テキストには、すべてのJISの慣用式名について、その数値とともに式名の由来や意味、古事来歴についての簡易説明が記載されており、JISの慣用式名の一つ、オールドローズの欄には、日本では大正初期に長春色の名で流行したとの記載があり、同色に相当するとみなされておりますので、今回はこのJISの慣用式名、オールドローズの数値を採用させていただきます。英語圏では、オールドという形容詞がつくことで、古い、昔のという意味から灰色を帯びたくすんだ色を表すことが多く、長春色もまさに少しくすんだローズ色というニュアンスを共有しています。長春色という名前は中国原産のバラ科の植物、香辛バラの冠名、長春花にちなんでいます。長春とは本来、長い春、つまり常春を意味します。香辛バラは年に数回咲く四季咲きの性質を持ち、春が長く感じられる花として長春花と呼ばれていました。香辛バラの香辛という言葉も約60日ごとに巡り来る暦上の日になぞらえ、年に数回花が絶えることなく咲くという性質を表しています。四季を通じて花を咲かせることから、日本絵画の世界においても不老長寿の意味を持つおめでたい画題としても好まれました。香辛バラは中国中部の貴州省、湖北省、四川省などが原産地であり、平安時代に日本に渡来し、古くから庭で栽培され、深き紅色や薄き紅色の花を咲かせていました。香辛バラは学名をロサキネンシスといい、四季咲きの性質を持つことから、多くの園芸用モダンローズの品種改良にも重要な原種となっているそうです。平安時代にはバラは装備、装備と呼ばれ、観賞用として貴族たちに愛好されていました。バラの葉は小、すなわち垣根を表し、バラのらは美といってなびくことを表し、花が垣根に絡むことから付けられた名前です。平安時代にはこの木を屋敷内に植えて花を鑑賞したことが映画物語や源氏物語の文中にも見られます。
重ねの色目にも宗美という名前の重ねがあります。また長春歌という名前は平安時代から鎌倉時代にかけての歌人藤原定家の日記明月記の建保5年3月の項に見られます。花の名前としての長春歌はこのように鎌倉時代からすでに記録に見られますが、色名としての長春色という名前は江戸時代に数多く出版されている染色の色見本帳などの書籍には一切現れません。この名は明治末期から大正時代に現れた流行色であり、オールドローズという語を日本古来のバラを表す言葉である長春歌という語に置き換えたものと考えられています。これは海を越えて伝わったオールドローズという色調に後からこの美しい和名が当てられたと推測されています。オールドローズという色はビクトリア朝時代のイギリスで流行・愛好されたと多くの資料に記載があります。しかしなぜどのようにして流行ったのか、それを詳しく説明している資料は見当たらず、調査には苦戦いたしましたが、自分なりに調べてみました。この時代の背景をご紹介させていただきます。1837年にビクトリア女王が即位し、イギリスは大英帝国としてイギリス史上でも最も栄えた時代を迎えることになります。蒸気機関の発明によって機械による大量生産が可能となり、産業革命により工業化や機械化が飛躍的に進み、大量生産によって作られた低品質で安価な製品が出回るようになりました。そのような中、染色の世界においても大きな転換期を迎えることとなります。1856年、ウィリアム・ヘンリー・パーキンがマラリアの治療薬を人工的に合成しようとアニリンという原料を用いての実験中に偶然フラスコの中に紫色の沈殿物ができているのを発見します。彼はこの未知の物質を生成・乾燥し変性アルコールで分解、布に塗ると鮮やかな紫色に発色しました。これが世界で初めての合成染料モーブです。アニリンとは石炭タール、コールタールから生成された化学物質のことで、モーブはアニリンを化学反応させて作った最初の人工染料であり、これをきっかけにアニリン染料という言葉が広まりました。またこのモーブは石炭を燃やした副産物石炭タールから生まれたということで、この発見は工業の副産物から新たな価値が生まれるという19世紀化学産業の幕開けを象徴する出来事でもありました。モーブに続きマゼンタ、アニリンブルー、アニリンレッド、アニリンローズ、アニリンブラックといったさまざまな色の染料が次々に生み出されました。高価で希少な天然染料と違い、製造コストが安く光による退色を受けず安定している上に、微妙なくすみや濃淡をつけた中間色の類も作り出すことが容易になり、アニリン染料によってすぐに工業規模でさまざまな色の生地が大量生産できるようになりました。印刷業界においてもポスターや雑誌などがフルカラー化し、視認性や色の再現性が飛躍的に高まります。19世紀後半はまさにアニリン染料の時代であり、今日のカラー印刷、繊維、化粧品産業の礎を築いた歴史的なターニングポイントとなりました。その結果、上流階級だけでなく中産階級の婦人、学生、商人までもが安価に色鮮やかな服を着られるようになりました。ファッションの民主化が進み、雑誌や広告でも新しい色がもてはやされます。19世紀後半のアニリンレッド、ローズアニリンといったピンク、ローズ系染料の登場により、それらを淡くし灰味を加えたくすんだローズ系の色を表す色名として、枯れたしおれたバラを意味するフェイディドローズという名前が1860年代後半にはファッション誌に登場し、流行色の一つとして扱われます。1870年代から80年代にかけてはオールドローズの色名も現れ始めます。フェイディドローズはどちらかというと詩的で感傷的なイメージを表現する色名として、オールドローズはカタログなどに記載された具体的な色名として使われ方にそれぞれの違いがあったようです。その後1892年には
西洋の式明辞典にもオールドローズの名が記載されました。この灰みがかったローズを指す式名としては他にもアッシズ・オブ・ロージズ、ローズ・グレイ、グレイ・ローズなどといった表現があったようです。1900年頃になると色見本帳、カタログ、染色会社資料などではオールドローズが主流化し、フェイディドローズはあまり使われなくなり、詩や文学、比喩表現として残る形になります。19世紀後半、機械による大量生産が可能となり、人々の生活は便利になりました。しかしその一方で安価で粗悪な製品が出回り、装飾デザインの質も低下していったと言われます。そうした状況を改め、美しく精巧な職人の技による生活環境を取り戻そうと立ち上がったのがアーツ&クラフツ運動と呼ばれるデザイナーたちの大きな潮流です。モダンデザインの父とも称されるイギリスのテキスタイルデザイナーウィリアム・モリスを中心に、彼らは真の芸術に囲まれた暮らしこそが人々の心を豊かにし、平和で公正な社会をもたらすと考えました。自然界の色彩や曲線をモチーフにした手工芸による質の高い美術工芸品を次々と生み出し、その活動は布の染色や刺繍、ポスター、家具、室内装飾、建築にまで広がっていきます。作品には植物などの天然素材が多く用いられ、いずれも自然に溶け込むような穏やかな色調でまとめられています。当時の彼らによる壁紙やテキスタイル、ポスターや布地の模様にはオールドローズを思わせる上品で落ち着いたローズ系の色彩も散見されます。先ほどお話ししました人工染料のアニリンは明治維新の開国前後の日本にも輸入され、次第に広まっていきます。日本の鎖国が終わりを告げるその始まりは1854年に日本とアメリカが調印した神奈川条約ですが、先ほどご説明しました初の合成染料モーブが発見されたのはその2年後の1856年であり、ちょうど時期が重なります。紅花、藍、紫などの天然染料から合成染料への移行が明治維新以降の日本の洋化、工業化時をいつにして始まります。幕末から明治にかけて合成染料が織物、そして木版画に徐々に用いられ始めたことが文庫分析により実証されています。明治時代に入り、錦絵がより鮮やかでカラフルな印象へと変化しているのをご存知の方も多いと思います。1880年代になるとアニリン染料の輸入量は一気に増加します。合成染料の販売には欧米式のカタログが付属し、式名も英語表記で流入します。これらを日本の商人や染色業者が日本語名に意訳しました。オールドローズ、古きバラといえば長春花イコール長春色として翻訳・採用されたものと思われています。明治後半から大正にかけてこの落ち着いた気品ある色味は日本国内に広まっていきます。日本は明治政府の脱亜入欧、文明開化のスローガンとともに西欧の文化が一気に国内へ流入し、生活様式が様変わりしていきます。欧米文化はモダン、上品、進歩の象徴とされ、西洋の服飾、建築、生活様式の輸入とともに西洋の色彩も憧れの対象になります。今まで日本にはなかった色味であるこの長春色という和名のオールドローズも人気が高まり、和服や小物の色として多く採用されていたそうです。西洋の文化の流入の一方で日本の文化の流出も起こっており、日本の浮世絵、陶磁器、屏風などの美術品が海を越えヨーロッパを中心に高く評価されました。物体や人物の輪郭が線によってのみ描かれ、立体感がほとんどないという浮世絵の表現方法は現代の絵画やグラフィックでは当たり前のように見ることができるようになっていますが、当時の西洋絵画には全くない手法であったため、西洋の人々に衝撃を与え、数多くの名だたる西洋の芸術家たちに多大なる影響を与えます。フランスを中心としたヨーロッパではまず物珍しい日本の着物や陶磁器、扇子などを小道具として絵画の中に登場させるジャポネズリと呼ばれる日本趣味の流行を経て、遠近法に縛られない構図、
線による輪郭といった浮世絵の表現方法を作品に取り入れたジャポニスムと呼ばれる美術様式へと発展していきます。これらはさらに先ほどお話ししたアーツ&クラフツ運動の精神的な流れを組んだアール・ヌーボーと呼ばれる19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に流行した美術様式にも大きな影響を与えます。色彩的にはモーブ、クロームイエロー、ジョルナイグリーン、マルーン、白、灰色、そしてオールドローズなどの色味が挙げられます。そしてこのアール・ヌーボーは海を越え再び西洋文化として日本に流入してきます。アール・ヌーボーの特徴である独特の曲線、そして色調は明治、大正文化にも大きな影響を与えました。アール・ヌーボーの影響を受けている画家としては夏目漱石の本の装丁も手掛けた文学書の装丁作家橋口五葉、三越呉服店などの広告やタバコなどのパッケージデザインを手掛け、日本のグラフィックデザインや商業美術の礎を築いた杉浦翡翠、与謝野晶子の乱れ髪や雑誌「明星」の表紙を描いた洋画家藤島武二などが挙げられます。乱れ髪の表紙は長春色が採用されている作品商品の代表例とも言えるでしょう。日本の老舗書道画材メーカーである呉竹は明治の終わり1902年に創業しました。これはちょうどアール・ヌーボーの最盛期にあたります。創業当時に人気を博していたアール・ヌーボーのカラーリトグラフをモチーフに当時の流行色をイメージしたインクを販売しており、その中にオールドローズというカラーも含まれています。今回長春色についてのこの動画の台本を書き上げた直後にこのインクの存在を知り大変驚くと同時に、長春色、オールドローズという色がこの時代の西洋と日本の文化を彩った色の一つであったことを表す証拠の品のように思えました。とても嬉しく感じたことから思わず一つ購入してみました。ここでは長春色と相性の良い配色を2つご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典の中には長春色を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、コンピューター画面上で再現してみました。動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は白との配色です。配色辞典には様々な配色が掲載されていますが、どの色にも白との配色例は見られません。長春色との高配色が白と記載されていたことに少し驚きながらも採用させていただきました。ピンクと白のバラのイメージ、あるいは北斎の花鳥図にも見られる長春花の背景に描かれた白い雲のようなイメージだなと思いました。この2色を用いたグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目は苔色、勝色、ウコン色との配色です。黄色、黄緑、青という赤みを全く含まない配色の中に長春色が差し色として加えられています。いずれもくすみを帯びた色であり、全体として落ち着いた穏やかなトーンの配色です。これら4色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。長春色はその控えめな色合いの中にも花があり、歴史と洗練された感性を宿しています。長春色という色名自体は残念ながらあまり聞かれなくなっておりますが、この色は現代でも大人に映える上品なピンク色、大人ピンクとしてファッションやデザインの世界をはじめ幅広いシーンで愛され続けています。もしあなたが流行に左右されないタイムレスなエレガンスを求めているなら、この長春色をぜひ日常のアクセントに取り入れてみてください。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色をご紹介していきます。
もし今日の動画を楽しんでいただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。